第1章真面目な暮らしと可快な隣人。スーパーの特売コーナーで数十円の差に悩みながら豚肉をカゴに入れる。それが佐藤恵美の日常だった。30代半ばの彼女は夫と小学生の息子との3人暮らし。夫の会社は業績不振でボーナスがカットされ、恵美は家計を支えるためにパートを掛け持ちしていた。朝は早朝の品出し、午後はファミレスのホール、自転車で街を駆け回り、化粧をする時間も惜しんで働く毎日だ。すべては息子の将来のため。塾の費用やこれからかかる教育費を考えれば自分の贅沢など二の次だった。重い買い物袋を自転車の前かごに乗せ、息を切らせてアパートに帰ってくると、隣の部屋の前でタクシーが止まった。降りてきたのは隣人の高田だ。40代とおぼしき彼女は昼間だというのにバッチリメイクに派手なワンピース姿。手には有名デパートの紙袋をいくつも下げている。あら、恵美さん、相変わらず忙しそうね。高田はサングラスを少しずらし、恵美の自転車とカゴからはみ出したネギを見下ろすように声をかけてきた。香水のきつい匂いが鼻をつく。まあ、高田さんはお出かけでしたか？恵美が愛想笑いで返すと、高田はふふんと鼻を鳴らした。ちょっとね、エステの帰りに買い物してきちゃった。私、体が弱いから気晴らししないとやってられないのよ。高田は病気で働けないという理由で生活保護を受給していると引っ越してきた当初に自ら話していた。しかし恵美の目には彼女が病弱にはとても見えなかった。むしろ誰よりも血色が良くエネルギーに満ち溢れている。恵美は釈然としない思いを抱えながら自分の部屋の鍵を開けた。壁一枚隔てた向こう側では自分たちが納めた税金の一部があの派手な生活に使われているのかもしれない。そう考えると疲れた体に鉛のような重さがのしかかるようだった。第2章疑惑のブランドバッグ。数日後の朝、ゴミ出しのために集積所へ向かうと、またしても高田と鉢合わせた。彼女はゴミ袋を持っておらず、ただ自販機で買ったばかりのコーヒーを片手に立っていた。恵美に気づくとわざとらしく左腕を上げて髪をかき上げる仕草をした。その腕には真新しいバッグがかけられていた。ロゴが大きく入った誰もが知る海外ハイブランドの新作だ。雑誌で見たことがある。確か恵美のパート代の3ヶ月分はする代物だ。おはようございます。素敵なバッグですね。恵美が思わず口にすると、高田は待っていましたとばかりに口角を上げた。でしょ？昨日彼氏がプレゼントしてくれたの。やっぱり女は愛されてなんぼよね。彼氏ですか？恵美は眉を潜めた。生活保護受給中でもプレゼントを受け取ること自体は禁止されていないかもしれない。しかしそれにしたって限度があるのではないか。それに高田の生活ぶりはつつましいという言葉とは対極にあった。頻繁に届くネットショッピングの宅配便、ドアの前に置かれた高級食材の空き箱、そして毎月のように変わるネイルアート。病気で働けないはずの彼女のどこにそんな資金源があるのか。まあ恵美さんには縁のない世界かもしれないけど、旦那さん安月給なんでしょ？大変ね。あくせく働いて。高田は同情するような、それでいて見下すような視線を恵美に投げかけ、ヒールの音を響かせて去っていった。残された恵美は悔しさで唇を噛みしめた。自分たちのつつましい生活が不正をしているかもしれない人間にあざけ笑われた気がしたのだ。第3章深夜の高級車と内縁の夫。疑惑が決定的になったのはある金曜日の深夜だった。息子が熱を出し看病のために起きていた恵美は窓の外から響く重低音に気づいた。カーテンの隙間から下を覗くと、アパートの駐車場ではない路上に黒塗りの高級セダンが止まっていた。改造されているのか、エンジン音がやけに大きい。運転席から降りてきたのは柄の悪そうなジャージ姿の男だった。男は慣れた様子でアパートの階段を上がり、隣の高田の部屋へと消えていった。彼氏なのだろうか。恵美はそのまま様子を伺った。1時間経っても2時間経っても男が出てくる気配はない。それどころか翌朝、恵美がパートに出かける時間になってもその車はまだ止まっていた。そして月曜日の朝、恵美がゴミ出しに出ると、ちょうどその男が高田の部屋から出てくるのを目撃した。男は作業着に着替えており、手には弁当箱のような包みを持っている。
高田が玄関先まで見送りに来て、行ってらっしゃい、と手を振っていた。それはどう見ても、通い妻ならぬ、同棲生活の光景だった。恵美の胸に、黒い疑念が渦巻く。生活保護は、世帯単位で認定されるはずだ。収入のある同居人がいれば、その収入も合算して判断される。もしこの男と事実上の夫婦として生活し、男に収入があるのなら、高田が満額の保護費を受け取っているのは、おかしいのではないか。病気で働けない独り身の女性、それが役所に申告している高田の姿だとしたら、今の光景は明らかな虚偽だ。第4章を見つけた証拠。SNS の裏アカウント。その夜、恵美は子供を寝かしつけた後、スマートフォンを手に取った。高田の行動を調べるためだ。彼女のような自己顕示欲の強い人間は、必ずどこかで自分の生活を自慢しているはずだ。地域名や、彼女が行ったと言っていたエステ店の名前、そして特徴的なブランドバッグのキーワードを組み合わせて、SNS を検索する。数十分後、恵美の指が止まった。ビンゴだ。プロフィール画像は顔を隠しているものの、今日見たばかりのあのバッグと、高田の特徴的なネイルが写っている。アカウント名は、リーナルック3。投稿を遡ると、恵美の怒りのボルテージが一気に跳ね上がった。昨日の投稿には、高級焼肉店の写真とともに、こんな文章が添えられていた。今日も役所のお金で焼肉。申請するだけで毎月お金が入ってくるんだから、働いたら負けだよね、笑い。さらに遡ると、男と一緒に写った写真や、新車の納車を祝う写真もあった。ダーリンの給料と私の保護費で、ついに外車ゲット。バカな納税者の皆さん、ありがとうございます。恵美の手が震えた。怒りで視界が滲む。毎日数十円の節約に頭を悩ませ、足が棒になるまで働いている自分たちを、この女はバカな納税者と呼んであざけ笑っているのだ。これは、単なるマナー違反ではない。犯罪だ。第5章直接的な挑発と決意。翌日の夕方、恵美はパートからの帰り道で、またしても高田と遭遇してしまった。高田は男が運転する黒いセダンの助手席から降りてきたところだった。手にはタピオカドリンクを持っている。あら、恵美さん、お疲れ様。顔色悪いわよ。あ、もしかして栄養足りてない？高田は無邪気を装いながら残酷な言葉を投げつけてくる。運転席の男も窓から顔を出してニヤニヤと恵美を見ていた。奥さん、そんなボロい自転車乗ってないで、旦那にもっと稼がせなよ。俺みたいにな。二人は声を上げて笑った。恵美の中で何かがプツンと切れる音がした。ただ真面目に生きている人間が、なぜ不正をしている人間に、ここまで侮辱されなければならないのか。悔し涙をこらえながら、恵美は自分の部屋に入った。そして、玄関のドアに背中を預け、強く誓った。許さない。絶対に。感情に任せて怒鳴り込むのは簡単だ。しかし、それでは白を切られて終わりだろう。相手は役所を騙すほどの古狸だ。中途半端な攻撃では痛くも痒くもない。恵美は深呼吸をし、冷徹な思考へと切り替えた。合法的に、かつ確実に、彼女からその不当な特権を剥ぎ取る。それが、納税者としての、そして、一人の親としての自分の義務だと思った。第6章、反撃ののろし、証拠収集開始。その日から、恵美の孤独な戦いが始まった。まずはデジタルの証拠保全だ。SNS の投稿はいつ削除されるかわからない。恵美は高田の裏アカウントリーナルック3のすべての投稿を日時がわかるようにスクリーンショットで保存した。特に重要なのは資金源に関する記述だ。今月も保護費満額ゲット。これで新しい財布買える。ダーリンと一緒に住み始めて半年。家賃浮くからマジ最強。これらの投稿は彼女が就労可能な健康状態にあること、そして収入のあるパートナーと同居していることを自白しているも同然だった。恵美はそれらをプリントアウトし、時系列順に並べ、赤いペンで重要箇所をマーキングしていった。写真の背景に写り込んだアパートの特徴的な壁紙や窓からの景色も、このアカウントが高田本人のものであることを証明する材料になる。恵美は執念深く細部までチェックを行った。第7章決定的な瞬間。ネット上の証拠だけではこれはネタで書いただけフィクションだと言い逃れされる可能性がある。現実世界での裏付けが必要だ。恵美はリビングのカーテンの隙間にスマートフォンを固定し録画モードにした。狙うのは男が出勤する朝の時間帯と
2人が帰宅する夜の時間帯だ。月曜日の朝、午前7時、男がアパートから出てきて、車に乗り込む。火曜日の夜、午後8時、2人がスーパーの袋を持って仲良く帰宅する。水曜日の昼、高田が一人で車を運転し、パチンコ店へ入っていく様子。以前腰が痛くて運転できないと言っていたのは嘘だった。1週間分の記録により、男がたまに来る客ではなく、生活を共にする同居人であること、そして高田が健康体そのものであることが明白になった。さらにエミは、駐車されている車のナンバープレートも鮮明に撮影し、陸運局での照会が必要になった場合にも対応できるようにした。集まった証拠は分厚いクリアファイル1冊分になった。それはエミの怒りと執念の結晶だった。第8章、福祉事務所への動かぬ証拠。証拠は揃った。次はこれをどこにどう出すかだ。エミはパソコンに向かい報告書を作成した。タイトルは生活保護受給者高田坊の不正受給の疑いについて。感情的な言葉は極力排除し、事実だけを淡々と記述する。1、受給者は重度の腰痛により就労不可と申告しているが、日常的にハイヒールで歩行し自家用車を運転している。2、申告されていない男性と同居しており、男性には恒常的な収入があると思われる。3、受給者の SNS アカウントにおいて保護費を遊興費に充てている記述や高額商品の購入履歴が確認できる。作成した文書に証拠写真と SNS のプリントアウトを添付する。匿名での通報も考えたが、本気度を伝えるためにエミはあえて自分の連絡先も記載することにした。近隣住民としてこれ以上の不正を見過ごせませんという一文を添えて封筒に進展と手書きし、宛先を管轄の福祉事務所の保護課長宛てにする。ポストに投函する瞬間、エミの手は震えていたが、それは恐怖ではなく正義を全うする高揚感からだった。第9章、強制調査と崩れ落ちる嘘。通報から1週間後、その日は突然やってきた。平日の午前中、エミが休みで家にいると、隣の部屋のチャイムが激しく鳴らされた。ドアスコープから覗くと、スーツ姿の男女数名と警察官の制服を着た人物が立っていた。福祉事務所のケースワーカーと悪質な事案に対応するための警察 OB だろう。高田さん、福祉事務所です。少しお話があります。開けてください。最初は留守を使おうとしていた高田だが、警察官の中にいるのは分かっているという低い声に観念したのか、しぶしぶとドアを開けた。何よ。いきなり、私、根具合が悪くて寝てたんだけど、高田の不機嫌そうな声が聞こえる。しかし、ケースワーカーの声は冷徹だった。具合が悪い？先ほどまで SNS を更新されていましたよね。今からパチンコ行ってくると、さらに、別の職員が写真を提示する気配がした。これは、あなたの部屋から毎朝出勤されている男性ですね。車の所有者も彼になっています。彼と一緒に生活されていますよね。いや、それは彼氏じゃなくて、ただの友達でたまに来るだけで、高田の狼狽する声が響く。たまに来る方が、なぜあなたの部屋の合鍵を持ち、毎日ここから仕事に行き、ここに帰ってくるのですか？我々は1ヶ月近く調査済みです。言い逃れはできませんよ。とどめの一撃だった。エミが提供した情報に基づき、役所側も内偵を進めていたのだ。高田の悲鳴のような言い訳は、次々と提示される。動かぬ証拠の前に書き消されていった。第10章、全額返還と訪れた静寂。その後、高田のアパートは修羅場と化した。呼び出された内縁の夫も顔面蒼白で駆けつけたが、隠し通せるはずもなかった。結果として、高田の生活保護は即刻廃止となった。それだけではない。悪質な不正受給と認定され、過去数年にわたって受給した数百万円に及ぶ保護費の全額返還が命じられた。さらに、詐欺罪での刑事告発も視野に入れて、警察が動いているという噂も聞こえてきた。数日後、高田たちは夜逃げ同然にアパートを去っていった。高級車もブランドバッグもすべて借金の返済と返還金のために手放すことになっただろう。静かになった隣の部屋を見つめながら、エミは大きく息を吸い込んだ。空気がいつもより美味しく感じる。ただいま。学校から帰ってきた息子の元気な声が響く。エミは笑顔で出迎えた。おかえり。今日の夕飯は奮発してハンバーグにしようか。数十円を節約する毎日は変わらない。けれど、
そこには確かな誇りがあった。真面目に生きる人がバカを見る社会であってはならない。その当たり前の正義を自分たちの手で守り抜いたのだから。エミはエプロンの紐をキュッと締め直し、晴れやかな顔でキッチンに立った。今回の法律 Tips、生活保護の不正受給と返還義務について、コードブロック。1、不正受給の定義と返還義務。生活保護法第78条に基づき、虚偽の申請や不実の届け出により保護金品を受け取った場合、その費用の全額または一部を返還しなければなりません。悪質なケースでは、受給額に最大 40% を上乗せした金額徴収金を請求されることもあります。2、不正受給とみなされる例、働いて収入を得ているのに申告しない、収入のある同居人内縁関係含むがいるのに隠している、資産高級車や多額の預貯金などを隠し持っている、病気だと偽って働かない。3、刑事罰の可能性。不正受給は単にお金を返せば済む問題ではありません。刑法上の詐欺罪10年以下の懲役に該当する可能性があり、特に悪質な場合や被害額が大きい場合は警察に告発され逮捕されるケースもあります。4、勇気ある情報提供。不正受給の疑いがある場合、お住まいの地域の福祉事務所に通報情報提供を行うことが可能です。匿名でも受け付けてもらえますが、具体的な証拠日時、写真、車のナンバーなどがあるほど調査が進みやすくなります。本動画はフィクションであり、専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家や国民生活センター消費者ホットライン188などの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。